皆さんこんにちは。昔からアンプやケーブルには音の違いがあると言われています。しかしこれらの機器には固有の音がありません。音がないはずのものがどうして違って聞こえるのでしょう。今回は視聴のやり方に注目して違いがないものが違って聞こえる原因を解説します。音が違って聞こえる要因は次の通りです。周波数特性と歪みは実際に音が変わる要因です。オーディオ機器の音はこの2つでほぼ決まります。音量や心理効果は違いがないものが違って聞こえる要因です。これらを誤認要因と呼ぶことにします。音量で音色が変わることは昔から知られています。ラウドネスはこれを補正する機能です。心理効果は見た目が良くて値段が高くて世間の評判がいいものほどいい音に聞こえる効果です。見かけの音は組み合わせで生まれる音です。例えばスピーカーを通してアンプの音を聞くとアンプの音ではなくてインピダンスカーブの音が聞こえます。これらの誤認要因はオーディオを複雑な世界に見せています。何をやっても音が変わってあらゆるものに音の違いがあると錯覚させます。人間の耳には音の違いを聞き分ける限界があります。これを聴覚限界と言います。皆さんのご協力で判明した聴覚限界は次の通りです。一部に耳のいい人もいますが、このくらいでほとんどの人が聞き分け困難になります。周波数特性と歪みは実際に音が変わる要因でした。他にもたくさんの要因がありますが、何がどうなるにせよ、最終的にこの2つに集約されます。音量の違いは代表的な誤認要因です。これはプラスマイナス1デシベル以下に管理しないといけません。これは測定器が必要なレベルです。MP3 の 192kbps は CD と区別できませんので、音源のフォーマットはこれで十分です。視聴というとほとんどの人が自分でセッティングして自分で聞き比べているようです。この方法は誤認要因に影響されますので、何でも音が変わって聞こえます。自分でセッティングして自分で聞いた結果は個人的な体験です。これを他人に伝えるときは次のように書く必要があります。アンプやケーブルには固有の音がありません。音がないはずのものが違って聞こえるのは視聴のやり方に問題があるからです。音が違って聞こえる要因は次の通りでした。視聴をするときは誤認要因をすべて排除して周波数特性と歪みの違いだけを聞ける状態にする必要があります。音量の違いは代表的な誤認要因です。これはプラスマイナス1デシベル以下に管理しないといけません。耳でだいたい同じくらいに合わせましたではダメです。測定器が必要ですが、今は YouTube にあるテスト信号とスマホのアプリが利用できます。見かけの音が予想される場合は結果に影響しないように条件を揃えます。例えばアンプの場合はダンピングファクター、スピーカーケーブルの場合は抵抗、フォノイコライザーの場合は静電負荷容量を揃えないといけません。
単純に入れ替えましたではダメです。心理効果というのは見た目や値段、評判が高いものほどいい音に聞こえる効果です。これを排除するためにブラインドテストが必要です。複数のテストソースを使って ABX テストをやって結果を統計処理することで優位さを判定します。ABX テストというのは最初に A、B2 つの音をお聞きいただいて次の X が A、B のどちらか当てるテストです。この視聴に自分は参加できません。弾いてもらう人には何を比べるテストなのか知らせないようにします。つまりちゃんとした視聴をやるには測定で音量を揃えて見かけの音が出ないセッティングをして大人数でブラインドテストをします。自分は視聴に参加できません。他にも音源やスピーカーをどうするか、部屋をどうするかといったことも吟味しないといけません。視聴である程度信頼できる結果を出そうとすると大変な時間と労力がかかるのが普通です。音の違いは周波数特性と歪みの違いでした。視聴でこれを調べるのは大変ですが、測定すればすぐにわかります。この方法の問題は人の感覚との整合です。測定しても人間の感覚と比較できないと音に違いがあるのかないのかわかりません。昔はそんな状態だったのでデータが役に立たないと言われていました。これを解決するのが先ほど出てきた聴覚限界の情報です。例えば半導体アンプや CD プレイヤーの周波数特性はどれもフラットで同じです。歪みの聴覚限界は 1% ですからアンプや CD プレイヤーには音の違いがないと判断できます。自分でセッティングして自分で聞くやり方は心理効果に影響される問題がありました。心理効果というのは見た目が良くて値段が高くて世間の評判がいいものほどいい音に聞こえる効果です。これを排除するためにブラインドテストが必要だったわけですが、ブラインドにしなくても意識的に排除できる人は音量だけ揃えて聞いてもいいでしょう。音量を揃えるためには測定が必要でしたが、あえて音量を揃えないやり方もあります。例えば意図的に音量に差をつけてみたり、同じ音に聞こえる音量を探ってみてください。機器 A と B に音の違いがない場合は、音量で印象が逆転して同じ音に聞こえる音量の合わせ込みができます。これは個人レベルで音の違いを確認できる最も簡単な方法です。スピーカーの測定データをカタログで見ることがありますが、データに優れたものが音が良いとは限りませんでした。そのためデータは参考にならない、耳で聞いた結果が全てと言われてきました。これは正面の周波数特性と歪みだけで見ていたからです。スピーカーの音の違いは周波数特性と歪みの他に指向性が関係しています。最近指向性を評価に取り入れる方法が考案されて、データで音の良さを評価できるようになりました。それがスピノラマです。スピノラマは心理効果の排除に役立ちます。値段が高くて見た目が良くて世間の評判が良くてもデータが悪いスピーカーからいい音が出ることはありません。スピーカーを選ぶときスピノラマをチェックすることで見た目や評判だけのスピーカーを選んでしまうミスを回避できます。現在は視聴できるショップが減って音を聞かずに買うことが多くなりました。この場合もスピノラマのデータが役に立ちます。スピノラマのデータがない製品は
合計とクロスオーバー周波数からある程度判断できます。この方法を解説した動画を作ってありますので、動画の概要欄をご覧になってください。以上の結果をまとめると次の通りです。アンプやスピーカーの音の違いは測定でわかります。今までデータが役に立たないと言われていたのは、人間の感覚と整合が取れなかったためです。データを聴覚限界と比べることで、音に違いがあるのかないのかわかります。スピーカーを選ぶときは、スピノラマのスコアをチェックしてください。値段が高くて見た目が良くて、世間の評判が良くても、データが悪いスピーカーからいい音が出ることはありません。スピノラマをチェックすることで、見た目や評判だけのスピーカーを選んでしまうミスを回避できます。自分でセットして自分で聞いても音の違いはわかりません。誤認要因が影響して何でも変わって聞こえます。音量の違いは代表的な誤認要因です。これを揃えることが正しい答えを知るための第一歩です。ご視聴ありがとうございました。